アウトバーン。ドイツの高速道路は速度無制限で有名ですが、実際は多くの誤解があるんです。今回は普段から車で旅をしている私たちの視点からドイツの高速道路やナンバープレートについてお話ししたいと思います。まず知っておくべきなのは、高速道路の通行料金が無料だということ。乗用車であればアウトバーンを何キロ走っても基本的に料金はかかりません。ただし例外もあります。一部のトンネルや山岳ルートは有料なんです。これらは建設費や維持費が非常に高いため、通常の高速道路とは別枠で管理されているからです。次に速度無制限について。制限がないのはあくまで一部区間のみ。都市部周辺や合流地点、そして工事区間では80キロ、60キロと厳しい制限がかかります。この工事区間の多さ、ドイツでよく運転する方はきっとうんざりしているであろう。リアルに終わりのない工事。走っていると突然車線が細くなり、制限速度が大きく下がるんですよね。これは老朽化ではなく、常に高速走行に耐えられる状態を保つための計画的な工事です。工事が終わったかと思えば、また別の場所の工事が始まるという具合に、ドイツ人は高速道路の整備に膨大な税金を投入しているんです。正直、ドイツナンバー以外からは通行料を徴収してもいいと思うんですけどね。そして実際に200キロを超えて走ってみると、こんな感じになります。加速自体は驚くほどあっさりしていて、特に問題はありません。ですがその速度を長く維持することはできないのが実際のところ。交通量、工事区間、事故、制限の切り替わり、減速と加速を繰り返すことになるため、日中でも安定して速く走れるのは160キロくらいなのではないかと思います。では300キロはどうなのか。結論から言えば、一瞬ならともかく平日の日中に300キロで長い距離を走り続けるのはほぼ不可能です。先にも述べた通り、条件が揃うことはなかなかないからです。早朝の5時頃や特に日曜であれば長めに走れるかもしれません。そして実際に同じ場所を130キロ固定と約230キロで走った場合を比較してみると、ものすごく速いことがわかります。130キロで走っている車からすると、停止状態で横100キロの車が走りすぎるのと変わらないので、きっとものすごく一瞬に見えていることでしょう。体感でも十分に違いを感じます。次に取り締まりの話。ドイツでは日本のような覆面パトカーはほとんど見かけません。その代わりに使われているのがブリッツァーと呼ばれる自動速度監視装置です。ブリッツァーは道路脇、オーバーヘッド、工事区間、街中にまで様々な場所に設置されています。制限速度を超えると突然強いフラッシュが光り、絶望に満ちた気持ちになります。
その光を見た時点でほぼ確実に違反は記録されています。後日車両登録情報をもとに罰金通知が郵送で届きます。罰金は何キロ超過したかで細かく決まっていて、少しの超過でも確実に罰金は発生します。ちなみに私たちの身近な場所で言うと、ハンブルクの街中にもたくさんのブリッツァーがありますが、最近の情報ではシュトレーゼマンシュトラーセのブリッツァーが最も罰金の徴収額が多いそうです。その額なんと日本円で約4億円。ドイツで運転する方はぜひ気をつけてください。アウトバーンだけでなく街中でも警察は見ていなくても常に監視されていますよ。そしてもう一つ重要なルールがあります。救急車、消防車、警察車両、それら救急車両のための救急の通路、レットゥングスガッセ、渋滞や徐行が始まったタイミングで全車が通路を作る義務があるんです。左端の車両は左へ、それ以外の車両は右へ、中央に1本の通路を確保する。これは私がドイツへ来ていい驚きだったことの一つでもあります。とってもスムーズに救急車両が横を通り過ぎていきます。そしてマーク一押しの豆知識は高速道路の番号について。ドイツのアウトバーンの番号は南北方向に奇数、東西方向へ偶数というルールになっています。最も長い路線は7号線。北はデンマーク国境近くのフレンズブルクから、南はオーストリア国境近くのフッセンまで、ドイツを北から南へ横断できる約 962km のアウトバーンです。次にドイツのナンバープレートについて。通常のナンバーは先頭のアルファベットで登録された都市がわかります。米はベルリン、ハーはハンブルク、M はミュンヘン。先頭のアルファベットは最大で3文字まであり、大きな町ほど1文字になります。ドルトムントはすでに上位のドゥッセルドルフが D を使っているので DO。 そしてハンブルクは人口2位ですが、ハーを使っているのはハノーファー。ではハーになっている理由はというと、昔貿易都市だったハンブルクにはハンザ同盟に加盟していた町ハンザシュタットのハーの頭文字が追加されているためハーになっています。それと同じ理由でハーベイはブレーメン、ハーエルはリューベックとなっています。もちろんこれらの他にもハーがつくナンバーはありますが、それらはハンザとは関係ありません。また非常に目立つナンバーもあります。先頭がユプシロン、 EU のマークではなくドイツ国旗がついたプレート。それはドイツ連邦軍ブンデスウェアの軍用ナンバー。個人が取得することはできません。また都市別のアルファベットの後にある文字列は自分で決めることができます。アルファベットは最大2文字まで、数字は1から4桁。ですが使ってはいけない文字列も存在します。ナチスを連想させる組み合わせは登録時の申請で通らない可能性があります。法律で禁止されているわけではありませんが、ナンバープレートは国が管理しているものなので、使うべき文字列ではないと
判断されているからです。また番号の末尾に A がつく車は電気自動車です。そして特別なナンバーもあります。末尾にハーがつくクラシックカーのナンバー。最初の登録から30年以上当時の仕様を保ち、特別な検査を通過した車だけが取得できるナンバーです。ハーナンバーは古い車を守るための制度であって、速さの特権ではありません。もう一つ、ドイツのナンバープレートで面白い話があります。それは使用されているフォントについて。ドイツのナンバープレートで使用されるフォントはヨーロッパの他国と比較しても少し変わっています。似ている文字を別の文字に改変できないような設計になっています。例えば、P をエアや B に、3を8に。他のメリットとしては、汚れていてもブリッツァーやパーキングのシステムが文字列を識別しやすいという点です。アウトバーンでは一般車、クラシックカー、軍用車両まで同じ道路を走っています。だからこそアウトバーンは無法地帯ではありません。無料で走れますが、速度無制限という割に自由ではないんです。それでも私たちがアウトバーンを好む理由は、ドイツの電車には問題が多いからです。電車は当たり前のように遅延しますし、やったら変な人が多い。これは電車でドイツ旅行をする方にとって最初に訪れる洗礼かもしれません。Gute Reise! Tschüss! I wanna drive a faster car.